はい、どうもどうも。普段はこのチャンネルでは何か一つテーマを決めてね、そのテーマについて話をしてます。今回はもう少しね、ちょっと雑談じゃないですけど、砕けた話をしてみたいなと思って、この動画作成しました。で、6月10日ですね、時の記念日と言われる日です、今日は。で、その、時の記念日っていうことでね、各地全国でいろんなイベントとか、普段であれば、あるんですけど、今回はコロナの影響でね、そういうイベントが中止になったりしてます。私のね、近所、住んでる地域の近くで言えば、滋賀県の近江神宮も、いつも6月10日に時の記念日のイベントをしてるんですけど、今回はね、関係者だけのイベントになってるみたいです。それから、日本の標準時間、標準時ですね、統計135度は明石市を通ってるわけなんですけど、その明石市でもね、その天文台でイベントをしてます。いろんな無料開放したり、記念品を贈呈したりとか、やってるんですけど、それもね、どうやら中止になってるみたいです。で、リアルの世界ではね、そういういろんな、コロナ対策で中止になってるんですけど、ネットの世界でね、せめてそういう時の記念日っていうことを味わってほしくて、自分なりにね、できることをやろうってことで、この動画作成しました。6月10日が時の記念日になったのは、日本で初めて時間が計られたのが6月10日だったからです。時は天智天皇の時で、中国のね、古い水時計、多段式の水時計を日本に持ってきて、それを運用しました。図のように一番上の水槽に水を入れて、その水がどんどん流れていって、一番下段の水槽に水が流れ込みます。そしてその一番最後の水槽に入ってる矢が上下をして、上下というか上がるのかな、上がって時間を計るっていう仕組みになってます。で、最初にね、作った動画のマーベルの時にもちらっとね、脱線して話をしましたけど、近江神宮、滋賀県の近江神宮にね、この牢獄が再現されてます。で、これね、写真は2年前に私が実際行った時の写真なんですけど、ちょっとね、木が茂ってて、細かな作りはね、よくわからないんですけど、こういう感じです。で、よく見てもらうと、日本とスイスのね、国交を祝ってみたいな形で、記念してっていう形で、スイスから送られたみたいです。スイスで作成してるのはオメガみたいですね、これは。さらに、近江神宮には、中国のね、古代の竜の時計も、再現されてます。で、こちらは写真のような形で、竜の背にね、火をつけて、その火が徐々に燃えていって、上のところにね、つけてる糸を切ります。そしたら糸についてる分銅っていうんですかね。その分銅が下に落ちて、下の鐘を鳴らします。それで時間を計ったっていう、古代中国の時計です。で、この再現は、下のところにもこう出てますけど、ロレックスがね、やってるんですよね。こう王冠マークが、眩しいですね。それで、近江神宮の話はこの辺にしといて、私がね、普段こういろんな時計の動画を作ってるんですけど、最近はちょっと新しい時計ばっかりだったので、自分の原点でもあるね、古い時計についてちょっと話をしたいなと思います。私がそもそも腕時計にはまったのは、新しい時計からじゃないんですね。こういう古い時計から入りました。で、なぜね、こうハマったのかっていうと、こういう古い時計がね、今でもこう使えるっていうことになんかすごい衝撃というか、びっくりして、で、それでなんかどん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 のめり込みました。例えばなんですけど、皆さんの身の回りにあるもので、一番古いものっていうのは何ですか？身につけないもので言えばね、例えばおじいちゃんの時代から、この家ありますとか、この家具ありますとか、そういうのはあると思うんですけど、普段こう生活してる中で身につけるものでね、そんなに古いものってあんまりないと思うんですよね。ほとんどがね、5年とか、それまでの間に買い替えられていくものですよね。身の回りにあるものって。で、それに対して、古い時計っていうのは、半世紀以上使われてるわけですよね。だから、どん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 こう買い替えていって、自分の周りにあるものが変わっていく中で、ずっと、変わらずに使い続けられるものが一つあってもいいんじゃないかなと思ってね、最初にこう古い腕時計を買って、それが好きになってっていう形になりました。
でもしかするとね、皆さんの中でも、一生ものの時計とか考えてる人もいると思うんですけど、おそらくね、発想は多分一緒だと思うんですよね。そういう自分がどん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 買い替えて変わっていくものの中で、一つだけでもね、変わらないものを身の回りに置きたいっていう、それは結構誰でもある欲望じゃないかなと思います。そういう最初はハマり方をしたんですけれども、それで最初に気に入ったのはやっぱりマーベルですね。この時計私大好きなんですよ。で、今こうご覧になってるこの時計は全部マーベルです。で、ベルトつけてるもの、つけてないものもありますし、普段使ってるもの、使ってないもの、オーバーホールもしてないし、普段の使用に耐えないものもこの中に含まれてます。で、最初の動画ではね、あんまりまだ私も動画を作る技術とかテクニックもなくて、なんか画像が主体であんまりマーベルの良さが伝わらなかったかなと思って、いつかね、こういう感じで動画でマーベルを紹介したいなと思ってました。今回ね、それがようやく叶いました。こんな感じですね、マーベルは。で、マーベルってやっぱりすごいたくさん種類があるんで、種類というか、文字盤のデザインですね。この中でもね、同じものは一つとしてないです。いろんなね、些細な違いもあるし、ケースのデザインも違いますし、使ってる自分針の、針の形状も違いますし、インデックスもね、全然違います。もちろんね、マーベル1956年から59年までの製造なので、60年以上経ってるわけです。ですので、あんまりね、そう綺麗なものを手に入れるっていうのは簡単ではないんですけれども、それでもね、たくさんもともと作られてて、グランド成功ほどね、価値があるものと見なされてないので、割と気軽に買えます。で、こういういろんなデザインがある中で、古いものはね、こういう感じで、ちょっとこう、なんか周りに装飾が入ってたりとか、あとそれから、分の刻み、メモリですね。メモリのところの位置が中央になってたりとか、なんとなくこう古さを感じます。で、新しいものになると、もう少しバーインデックスですっきりしたデザインになってて、そこがマーベルの中でもこう時代の変遷、デザインの変遷っていうのがあります。さらに、いろんなね、汚れてて、こう文字盤の縁にシミが入ったりするっていうのは、それは古い時計だったらね、よくあることなんですけど、枯れ具合っていう表現がありますよね。古い腕時計には。汚れてたりとか、ちょっとこう、古い感じになってるのを枯れてるっていう風に表現するんですけど、私の持ってる中で一番枯れ具合がなんか素晴らしいなと思ってるのがこちらですね。どうなったのかよくわからないんですけど、文字盤全体がね、グレーになってて、薄汚れてはいるんですけど、なんか経年劣化がね、うまい感じでされてて、もしかしたら水で全体がね、一回濡れてしまったのかもしれないですね。こういう感じで、もう全体が劣化してるので、いい感じのね、枯れ具合になってます。最初の動画でも紹介した私の一番気に入ってる、マーベルがこちらですね。アワーマークですね。そのアワーマークが太くて、くさび型で、全面を覆ってるっていう、すごく派手なデザインですね。それと似たデザインのものもね、もう一つ持ってて、こちらのものです。12時が、アラビア数字になってるんですけど、各アワーマークはね、ちょっと細い外向きのくさび型になってます。兄と弟みたいな感じのね、サイズも、こっちの細い、インデックスが細い方が、サイズもね、J の13っていうサイズでちょっと小さくなってます。こちらの大きい方は J の14ということで、2ミリぐらいですかね、大きさは違います。で、マーベルは当時なのでね、変わり文字盤っていう形で、結構ね、面白い文字盤が作られてたりするんですけど、私は普段使ってて、やっぱりこう時計としての機能をちゃんとこう果たすような文字盤の方が好きなので、だからあんまりね、変わりすぎてる文字盤は好きじゃないんですけど、アワーマークがちゃんとあってね、時計としてのちゃんと働きを、維持してるところがこのデザインの、気に入ってるところです。私ジャンクもちょっと持ってて、ケースが入れ替えられててオーバーホールもする必要もないし、眺めるようにね撮ってるものもあるので、ちょっとそちら見てみましょう。ムーブメントはねこういう感じになってて、初期の方のマーベルだからですけど、この添付のところにねチラネジっていう、重りがついてます。でこの重りを、外したりつけたりして、添付の動きをね調整して、精度のいい
時間が出せるようにしてました。主にね、このチラネジっていうのがついてるのは、古い腕時計とか、もちろん懐中時計も含めてですけど、古い腕時計とか、あと古い方式を現代でも使ってるところのムーブメントはこういうチラネジが使われてますね。ノモスのね、ちょっと古いタンジェントですね、こちらは。で、これを見るとね、今の、このタンジェント自体は以前のね、古いタンジェントなんですけど、作り的には現代の腕時計の作りになってます。で、こういう感じですっきりしててね、なんかこう、設計自体も合理的な感じですよ。で、それに対して当時のね、この手巻きのマーベルの機械っていうのは、この添付のところがこうね、層になってて、こう全体的な設計としてすごく多層感がありますよね。多層っていうのは層がたくさんあるっていうことですね。で、それが、建物でいうと、建築でいうとね、なんか吹き抜けのついてる建物みたいな感じで、なんかこうバーッと眺めた時に、すごいこうワクワクさせるような、そんな見た目なんですよ。で、シースルーバッグっていう形で、今の時計もね、中の機械見ることできるんですけど、自動巻きでローターがついてたり、ローターもね、うまいこと中が見れるように肉抜きして、こう透けて見れるようにしたりもするんですけど、やっぱり手巻きっていうのは、こういう機械がね、はっきり見えるところがすごくいいですよね。で、セイコーはね、こういう感じで、今ここで出してるようなね、今のセイコーっていうロゴではなくて、S っていうマークが入ってます。この S っていうマークは、1960年ぐらいまで使われたセイコーのロゴで、その後はね、ほぼ使われてないんじゃないかなと思います。シチズンはね、C マークっていうのがあります。いや、これはね、こっちの方が結構珍しいかもしれないですね。このシチズンのね、時計は時計で、もう雰囲気もすごくあってね、面白いし、綺麗な時計だなと思います。私がね、このシチズンの時計好きなのは、もちろん C マークがついてるっていうのもあるんですけど、分のね、刻みのところですよね。そこがこうドットになっててね、またいい味出してるんですよね。それで、シチズンのね、機械の方もちょっと見てみましょう。同じくね、ジャンクのものを手元にあるので、そのね、中の機械を見てもらいたいなと思います。もう全然違いますよね、見た目が。で、先ほど吹き抜けっていう表現使いましたけど、この時のね、シチズンのこのムーブメントは、ブリッジ、ですね。その部分がすごい張り出してて、こう高さもあってね、さらに吹き抜け感がね、すごいありますよね、こっちの方が。で、こういう、こう、奥行きみたいな、手巻きなので薄型は薄型なんですけど、この薄い中にね、小さな中にそういう奥行き感がこうあってね、なんかこうワクワクするっていうのもあるし、こう見入ってしまいますよね。ちょっとこうね、回して動かしてみましょう、それぞれ。これはね、ジャンクなんですけど、こういう感じでね、元気に動いてます。で、私がね、こう手巻き好きなのは、中の構造がね、見えやすいっていうのももちろんあるんですけど、こう手巻きって自動巻きと違って自分で巻かないと動かないわけですよね。自動巻きって自分が意図しなくても巻かれて動きます。で、そういうところが、自動巻きの方が何も気にしなくてつけれる、めんどくさくない、だから自動巻きが好きですっていう、そういう風な気持ちもわかるんですけど、逆に言えば自分が動かしたくないのに勝手に動く、言うことを聞かないっていう、なんか気もするんですよね、私は。だから、こちらの、命令とか指示とか、そういう指図に忠実にこうそれを守ってくれる手巻きっていうのがね、私はやっぱ好きなんですよね。こう自分がその手巻きを動かしてそれにちゃんと答えてくれるっていう、そのやりとり、機械と人間のやりとりみたいなのが私は好きで、めんどくさいっていうふうに思う人はいるかもしれないですけど、日常のね、毎日のこう習慣としてこう巻いて、それに手巻きの腕時計は答えてくれるっていう、それが非常にね、私は楽しいし、大事なね、自分の中での一日のひとときになってます。最後にね、このそれぞれの腕時計をこうちょっと腕に巻きつつね、どれぐらいのサイズ感になってるかっていうのをね、見ていっていただきたいなと思います。それでね、この動画を作ろうと思った理由なんですけど、普段とちょっと違ってね、テーマを決めてがっつりやるっていうのとはちょっと違う動画になりましたけど、私はこのチャンネル作って、ようやくね、1年経ったんですよね。もともと去年の5月末にチャンネルで初めての動画を作って、そこから1年になりました。
でまあ最初はね、最初の半年ぐらいもう誰も見てないようなチャンネルで、その時から見てくれてる、常連のね登録していただいてる方もいて、すごいありがたいんですけど、ようやくその、ちっぽけなチャンネルが少しずつ動画を作って、今ではね1,000人を、突破するチャンネルになりました。でスタイル自体はね別に人が増えたからって言って、そんな変えるつもりもないんですけど、やっぱり自分が面白いと思ったことを、自分が楽しいと思ったことを、自分がいいと思ったものをもう調べ尽くしてね、人に伝えたいっていう、今その動画が価値あるかどうかはわからないけども、例えば5年後10年後、もっと言ったら何十年後とかにこのチャンネルの動画を見てもその動画の価値が変わらないような、そういう動画にしたいなと思って作りました。言うなら新聞とか雑誌、そういう流行りを追うとか、最新情報を追うっていうのもそれはそれで大事なんですけど、あんまり私のやり方にそぐわないので、ちょっと一旦こう落ち着いて、それでしっかり調べ上げて一つのテーマを全体的な全体像が分かるような形で表現するっていうのを大事にしてるチャンネルです。実はこの AS っていうのはアナザーストーリーっていうことでね、実はこの動画作ってるんですけど、テーマを掘り下げた一つ一つの動画、どんなにね頑張ってもなかなか1ヶ月1本ぐらいのペースになっちゃうんですよね。なのでその間にね、こうカジュアルな感じの動画もこれから出していきたいなと思ってます。それのね今回は1作目になります。がっつりこうお勉強したい方には物足りないところもあったかもしれないですけど、またねこういうカジュアル路線でね動画も出していきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。